ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説。ここ最近では基本的には軍事的な解説が少し多めだったので、今回は政治的な話をしましょう。現在、ウクライナの戦況を語るときに、ロシア軍が何をやっているかということに注目すると、彼らがウクライナ軍ではなくて、ウクライナの国民を狙った攻撃を繰り返しているという問題があります。それは原子力発電所を含めた発電施設に対する攻撃を連続的に継続的に行っているという問題です。これは明らかに民間施設、そして民間人を狙う攻撃であり、国際法違反だという批判は常にあります。しかし、そうした国際法違反というのはすでにこれまで何度も繰り返していることであり、ロシアも全く気にする様子がありません。それに対してヨーロッパがどう反応しているか、今回はロシアはテロ支援国家だとようやく話が前進しているので、そのことからロシアが行っているインフラ攻撃に対する影響がどのようなものなのか解説を行っていこうと思います。それでは関連ニュースを見ていきましょう。欧州議会、ロシアをテロ支援国家と認定。欧州議会はフランスのストラスブールで開いた本会議で、ロシアをテロ支援国家と認定する決議案を賛成多数で採択した。同決議に法的拘束力はないものの、ウクライナへの激しい攻撃を非難する姿勢を改めて明確にした。議会はウクライナ市民やインフラ設備に対する攻撃などを国際人道法の重大な違反と指摘し、テロ行為や戦争犯罪に相当するとした。ロシアはテロを支援する国家であり、テロの手段を用いる国家だとの認識を示した。ロイター通信によると、決議後に欧州議会のウェブサイトへのサイバー攻撃があり、サイトは数時間閲覧できない状態になった。メツォラ議長はツイッターで、親クレムリングループが犯行を認めたと述べ、ロシアを支持するハッカーによる攻撃だったとの見方を示した。今回の欧州議会の採決によって EU 加盟国全体でロシアをテロ支援国家と認定し、それに伴って制裁をさらに加えるといったことができるわけではありません。しかし、今回の決議を一つ根拠とする形で各国において議論が進められ、改めてロシアに対するテロ支援国家認定を行い、これに伴う様々な制裁措置を加えるという動きへと発展することが期待されています。なお、こうした採択が行われるそれ以前からもすでにバルト三国などではロシアに対するテロ支援認定などを行って、それぞれの国で行える制裁をするときの一つの理由としています。ロシアによるウクライナへのミサイル攻撃、特に社会インフラや一般人に対する攻撃がずっと続いていることに対して、ポーランドが新たな方針を示しました。ドイツパトリオットをウクライナへミサイル攻撃受け異常ポーランド。ポーランドの国防大臣は23日、ロシアが再びウクライナ全土をミサイルで攻撃したことを受け、ポーランドに配備される予定だったドイツの地上配備型迎撃ミサイルシステムパトリオットをウクライナに送るようドイツ政府に要請した。ポーランドの国防大臣は、ウクライナへのパトリオット配備は死者と停電のさらなる増加を防ぎ、ウクライナと接するポーランド東部国境の安全も向上させると説明した。ポーランドをめぐっては、ウクライナ軍が発射したとみられる地対空ミサイルが15日に領内に着弾し、市民2人が死亡した。ドイツ政府はその後、ポーランドにパトリオットなどを配備する意向を示していた。ポーランド自身の防空体制を整えるという意味でも、アメリカでも日本でも使われている最新鋭のパトリオットシステムは、防空能力を高めるためには非常に有力な選択肢です。しかし、ポーランドにしてみれば、そもそも今戦場になっているのはポーランドではなくウクライナであるから、そちらの方へ回すべきだと表明したというわけです。そしてアメリカは、ウクライナへの追加軍事支援を発表しました。防空システムナサムスのミサイル補充、ロシアのドローン攻撃に対抗するための熱画像照準器を備えた150丁の重機関銃、ハイマース用のロケット、こちらは射程90キロの弾薬補充。最近だと YouTube や一部の人たちのアイデアでは、射程90キロの弾ではなく、射程165キロのエイタクムス初期型9番の提供という話が出ているのですが、こちらのタイプについてはクラスター弾頭のため、すでに米軍では廃棄が終わっていると表明されているものです。ですから、米軍が供与しようと思ったとしても、実際には倉庫にはすでに存在しない可能性があります。そして200個の GPS 誘導砲弾エクスパリバーの補充も表明されています。ロシアはありとあらゆるルールを無視し、これらを破ることに何ら躊躇なく行っています。そのために社会インフラに対する攻撃も継続的に行っていますし、一般市民に対する攻撃もこれまた
一切躊躇なくずっと継続的に行い続けています。そのために今回の記事で出てきたようなテロ支援国家という認定を受けることへとつながっているわけです。ただし、この記事の中で書かれているように、テロ支援国家として認定されたからといって、それぞれの国でさあロシアに対する制裁をどうするかといったのはまた別の話となります。今回のテロ支援国家認定というのを一つ根拠として各国において制裁がさらに加わる、またウクライナへの支援といったものがさらに手厚くなることが期待されるというわけです。ただし、実際のところロシアに対するテロ支援国家認定といったものを国レベルで行っているのはバルト三国のようなロシアと非常に近い地域の国だけであり、まだまだ多くの国々においてはテロ支援国家認定は行われていないのが現状です。また、ウクライナに対する支援も多くの国々においては経済や人道支援が中心であり、軍事支援を行っているのは NATO の中でも経済規模の大きな国やオーストラリアのようなヨーロッパと近しい関係にあるような国に限られているのが現状です。そもそもなぜロシアはこうした一般人や社会インフラに対する攻撃を集中的に行うのでしょうか。ここには大きなロシア軍の弱点があります。本来であれば戦場にいるウクライナ軍に対する継続的な攻撃を行えば占領地域を拡大することに役立つでしょう。しかしそれができないのがロシア軍なのです。そもそも移動してどこにいるかというのは不特定の場所であるウクライナ軍に対して攻撃するのは結局のところ外れてしまうという問題が発生します。一方で発電所であったり変電所、水道施設などは動けるものではありませんからロシア軍にとっては攻撃しやすいのです。そして攻撃しやすいということによってウクライナの人たちの生活が破壊されてそれらの人たちがウクライナからヨーロッパへと難民となってくることを期待しているわけです。難民が発生すると何が起こるかといえばそれを受け入れる国においては経済的な負担が発生します。当然のように経済的な負担は心地よいものではありませんからだんだんとウクライナの人たちに対する気持ちといったものも温かく迎えようと思っていた人たちも長期間の受け入れに伴って生活苦や圧力といったものがあって少しずつ感情面においてマイナス方向へと動くのです。そしてそのことが選挙によってそれぞれの国の政治を動かすことへとつながります。例えばそれぞれの国において生活が苦しい、とてもじゃないが他の国に対する支援を行っている場合ではないと考えた国民が多くなってくると、そうした意見を吸い上げるような形で我が国の経済、我が国の外交、我が国の安全保障を第一にすべきであり、ウクライナに対する支援などを行っている暇やお金など用意すべきではないといった意見を吸い上げる、そうした政党が議席を伸ばす可能性があるわけです。そのような国々が増えてくれれば当然のようにウクライナ支援の国際世論はだんだんとしぼんでいきますし、実際にウクライナに対する人道支援、経済支援、軍事支援が細っていけば当然のようにロシアにとっては好都合な状況が生まれるわけです。ですからウクライナ軍を攻撃する手段やその能力が足りないのであればウクライナの国民そのものを難民化させようというのが現在のロシア軍の考え方なわけです。しかしここにはロシアにとっては非常に不都合な真実があると思います。それは世界経済のことを考えた時において北米とヨーロッパというのは非常に大きな経済圏であり、これらのバックアップを受けたウクライナは決して侮ることができないという事実です。経済力という面においてはロシアは鉱物資源やエネルギー資源があり、それらを売ることで外貨収入を得ることができます。ところがアメリカやヨーロッパの各国が制裁を加えることによって決して自由に動けるわけではありません。お金があったとしても買えるものには限りがありますし、ロシアと仲の良い国というふうに見られるのを嫌がる国においてはロシアの欲しがるような半導体のような軍事転用可能なものについて結局のところ送るのをやめるといったような選択肢もあるわけです。また選挙によって少しずつウクライナ支援をやめるべきだという勢力が増えるということを期待している話について言っても、なんだかんだ言って各国においては主流派になることはなく、あくまでも一部の議席を取るだけにとどまり、ウクライナの多くの避難民を受け入れている国々においても結局のところウクライナ支援は行うべきだという政治的な勢力の方が主流派なのです。ですからロシアの望むようなウクライナの国民を狙い続ければそれに伴って難民がヨーロッパに押しかけて混乱しヨーロッパによるウクライナ支援がなくなるだろうという目論みは私は失敗すると思います。もちろん各国において圧力が存在しまた経済的な負担がのしかかるというのも事実なわけですが最終的な成果を得るのは決してロシアではないでしょう。
また話は少し変わるのですが、戦争が長引くことによって停戦すべきだと考える人たちもいます。戦いが続けば続くほど一般市民は多く亡くなるし、このような被害を食い止めるためにも戦争それ自体を何とか終わらせるべきだ。ウクライナとロシアは和平を結ぶべきだという主張をする人たちです。確かに犠牲者が増え続けるというのは事実ですから、それを止めるために何とか戦争をやめさせたいという気持ちはわかります。しかし、今和平をするという場合において非常に大きな問題があります。それはロシアは決して占領した地域から撤退することはないだろうというこの大問題です。ロシアにしてみれば今占領している地域を確定させた上で戦いをやめてもいいよという可能性はあります。その場合ロシアが一体何を狙っているかといえば、停戦している間に陣地をしっかりと固め、兵士たちを訓練し、兵士たちに対する装備品を整える、そうした次の侵略行為に及ぶための準備期間に充てられてしまうのです。もしも停戦してしまったら、目の前にいるロシア軍がだんだんと増強されていくのを指を加えて見ていなければならないという非常に危険な状態になってしまいます。ですから、目の前の犠牲者が出るということにとらわれて和平を進めるというのは、より大きな戦火を発生させてしまうという意味で、非常に手としては悪いものなのです。今回ポーランドが示したように、自国の防衛品にパトリオットミサイルを送ってくれるのであれば、その装備品をウクライナに送ってくれといったような、実際問題役に立つものをウクライナに送り続けて、戦場の勝利をもってロシア軍を占領地域から打ち払うというのが一番望ましい結果なのです。そうした意味でアメリカが定期的な兵器供与を進めているというのは非常に心強いものなのですが、残念ながら決定的な大規模支援といったものも少し影を潜めてしまっています。だからこそ、例えば日本国内においても装備品を提供する話なども進んでいますが、この話が検討段階から実施へと進むことを私は望んでいます。日本の武器輸出というのは、これまでは非常に足かせの多いものでした。緩和されてきたといってもなかなか輸出できないというのが現実であり、この現実を変えるための検討といったものも進められています。古くなった船や装備品などについては、中国のことを考えて中国に対抗するような国々に対して送るべきだというようなことから、東南アジアへの提供が考えられています。ウクライナに対しての話としても、侵略されている国に対する防衛装備品の供与、もしくは輸出といったものも一つ選択肢として検討されているのです。私はさっさと決めて実施すべきだと考えます。なぜならば、自衛隊は防衛予算の関係もあって、古い装備品もまだまだ新しいものに入れ替えるが終わっていないものもたくさんあります。例えば、今まさに防空ミサイルが必要だなというウクライナに対して、改良砲器を自衛隊から送るであるとか、もしくは対空機関砲があるんだからこれを送るとか、いわゆる対空戦車も持っているんだからこれを送るであるとか、日本からウクライナへ送れる、そして自衛隊にとってもいずれこれは廃棄する予定だなというものもたくさんあるわけです。ルールを破り続けて人々に死と不幸をまき散らしているロシア軍が勝利するのは非常に危険なことであり、これに対抗するための様々な方策を練ることが日本にとっても必要でしょう。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナの一般市民や社会インフラに対する攻撃を繰り返しているロシアに対して欧州議会はテロ支援国家の決議を行いました。日本もこうしたテロ支援国家との関係をよくよく考えた上で侵略されている国に対する支援をもっと手厚く行うべきでしょう。そしてそのことは決して大きなお金をかける必要もなく、いずれ廃棄するものを渡すだけでも実際役に立つというこの事実はもっと重要視すべきです。あなたはこの話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。